皆さんこんにちは、アンリです。今日は AI の物理化の主役がロボットの体ではなく車の目と AI 動画生成に静かに切り替わった48時間を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。ここ数日の X、つまり Twitter でバズった AI ニュースを並べてみると、ちょっと意外な景色が見えてきました。本日の X で一番拡散されたのは、ロボットでもチャット AI でもなく、テスラの車のセーフティー機能、つまりイーロン・マスクのテスラ AI ビジョンエアバッグの早期展開投稿で98,259いいねと12,391リツイートを記録しました。次が AI 生成のリアルマドリードの乱闘動画で67,703いいね。その次がウィル・スミスがパスタを食べる動画は新しい AI 進歩のベンチマークだというポストで55,433いいね。そしてマスクのテスラ FSD の激細構成投稿が48,538いいね。今週末オプティマスでもフィギュアでもなく、テスラビジョンと AI 動画が大衆の関心を独占したんです。このニュース、実は単なるバイラルの勝ち負けではなく、AI の物理化の主役がロボットの体から車の目と映像へ静かに移った節目なんです。なぜなら、これまで私たちがイメージしてきた物理 AI はヒューマノイドが舵をする絵でした。ところが今週末はテスラの車のカメラがエアバッグの作動を70ミリ秒早めて死傷リスクを減らす話と、 AI 動画生成がついにウィル・スミスベンチマークという公式ミームを持つフェーズに入った話が同じ48時間に大衆ミームとして並んだからです。 AI ってまだロボットの体の話でしょと思われていた方にとって、この1週間はその答えが大きく書き換わる節目になります。今日はまずテスラビジョンのエアバッグ早期展開と FSD 光湖細構成から、次に AI 動画生成の大衆ミーム化、続いて日本の自動運転バス都心運行と BRT レベル4、そして Apple Siri× ジェミニの年10億ドル契約、最後に私たちの暮らしと投資にどう影響するかを順番に見ていきます。ではセクション1、テスラ AI ビジョンの車の目が大衆をつかんだ48時間です。5月9日午前1時、テスラ CEO のイーロン・マスクは X でテスラ AI ビジョンは衝突直前にエアバッグを早期展開する。これにより死傷リスクが大幅に減る。すべての新車に無料で搭載されると投稿しました。ポイントは衝突を予測して70ミリ秒早く膨らむことです。70ミリ秒というと一瞬に思えますが、エアバッグの世界では生死を分ける時間で頭部や胸部の打ち付けエネルギーを大幅に減らせます。これがソフトウェアアップデートで全車に降りてくるというのが今回の発表の重みです。さらに同じ5月9日の午後、マスクは2枚の画像を並べて投稿しました。1枚目が人間の目で見える RGB 画像、2枚目がテスラ AI による一次個再構成画像です。夜間や強い逆光、雨やトンネルで入り口の極端なグレア、つまり眩しさのある場面でテスラ FSD が人間より圧倒的によく見える理由が、生のセンサーから高個レベルで再構成しているからだと示した1枚です。これも48,538いいね、3,939リツイートを集めました。テスラオプティマスが今週 X でバズらず、その代わりに車の目の安全機能と夜の見え方の物理学が大衆ミームになったというのが今週末の X の実情です。続いてセクション2、 AI 動画生成がウィル・スミスベンチマークという公式ミームを獲得しました。5月9日午前8時、マリオナウファルさんがウィル・スミスがパスタを食べる動画は新しい AI 進歩のベンチマークだと投稿し、55,433いいねと2,203リツイートを集めました。なぜパスタかというと、
2013年に出回ったウィル・スミスがパスタを食べる初期の AI 動画がぐにゃぐにゃで指が増えるホラー映像だったからです。それが2026年5月の最新モデルでは実写と区別がつかないレベルまで進化したことを同じ料理の同じ俳優で対比した投稿でした。同じ48時間マークウルフ RMFC さんが投稿した AI 生成のリアルマドリードの乱闘動画は67,703いいねを集めました。架空の試合動画なのに選手の顔と動きが本物のクオリティで再現されており、コメント欄も AI is crazy で埋まりました。一方マークエマトルキンさんはAI で生成された消防士がリザーバー、つまり貯水池で簡単に火を消す画像を皮肉り、 AI は物理を理解していない水資源を無駄遣いするだけだ投稿し、32,282いいねの反 AI ミームになりました。 AI 動画は作品単位の作家性ではなく、ベンチマーク、ミーム、反発の3点セットで大衆消費される段階に入りました。ちなみに OpenAI の動画モデルソラは4月26日にサービス終了済みで、現在は Google Veo 3.1と XAI のグロックイマジンが動画 AI リーナで首位争いをしています。次にセクション3、日本でも車の目と自動運転が日常化しました。5月8日、ニュースサイトのマークインプレスウォッチが東京有楽町で自動運転バスが運行開始、予約不要無料と報じ、1684いいねと3242リツイートを集めて本日の国内最大バズになりました。同じ日、マーク JR 東日本ニュースが気仙沼線 BRT で自動運転レベル4の走行を実施、国内最速最長を発表しました。 BRT というのはバスラピッドトランジットの略で、廃線になった鉄道の路盤を専用バスレーンに転用したものです。ここでレベル4自動運転が実用されるというのは、運転席に人が座らなくても良い無人運転バスが日本の地方公共交通で本格稼働し始めたということです。車の目のもう一つのトピックがApple Siri× Google ジェミニ契約です。5月6日、Apple と Google が Apple インテリジェンス版の Siri にジェミニ AI を採用する複数年契約を結んだと発表されました。アップル側が Google に年間およそ10億ドル、約1500億円を支払う規模です。Apple インテリジェンスは何度も発売を延期してきましたが、ついに2026年春から夏にかけてローンチする目標で、Siri の中身がほぼ全面的にジェミニで動くことになります。世界に20億台ある iPhone が事実上ジェミニ入りになるわけです。同時にブルームバーグは iOS27 で Siri をアンソロピックなど他社 AI にも開放する計画を報じています。Apple は自社で世界最強の AI を作るを諦め、世界最強の AI を統合できる場所になるへ方針転換した1週間です。セクション4、創薬 AI とハサビス創薬スタートアップ20億ドル調達も物理化の文脈です。5月9日、マーククリプトパンクによると、スライブキャピタルが Google ディープマインドの元 CEO デミス・ハサビスの AI 設計役スタートアップに20億ドルをリード調達したと報じられました。スライブは過去に OpenAI、カーソル、データブリックスにも投資しており、 AI マネーがフロンティアモデルの次に AI で設計した分子ゆすりへ向かっていることを象徴します。実際にファイザーは AI で数百万化合物を30日でスクリーニング、イーライ・リリーはリリーポットという NVIDIA DGX スーパーポットにブラックウェルウルトラ GPU1016 機を積んだ自社 AI スパコンを4ヶ月で稼働させ、創薬と知見を加速しています。 AI が言葉を生成するフェーズから分子を設計する車の目になる映像を作るという物理的なものを生み出す側に降りてきた時代になっています。最後にセクション4、私たちにとって何が変わるかです。日本の視聴者にとっての示唆を3つにまとめます。1つ目、
車を買い替える方はもう自動運転がどこまで進んでいるかだけでなく、テスラビジョン型の自己予測エアバッグ、光子レベルの夜間視認のような車の AI の目がカタログ判断材料になります。ホンダやトヨタ、日産、スバルのシステムもアップルシリとジェミニーの統合に追随していく可能性が高いです。2つ目、AI 動画ツールの空はもう存在しないので、今から AI 動画を試したい方は Google Veo 3.1 か XAI のグロックイマジン、ランウェイの最新版に切り替えてください。動画はウィル・スミスベンチマークのレベルで、もう実写と見分けがつかなくなっています。3つ目、自動運転バスと BRT レベル4は地方公共交通の運転手不足を一気に埋めにかかります。家族で地方移住を検討する方は、自治体の自動運転導入計画が住みやすさの指標に加わります。車の目、AI 動画、Apple Gemini、創薬、自動運転バス、同じ48時間に AI が物理世界に降りてくる5つのレイヤーが大衆化した、これが2016年5月8日から10日の景色です。まとめます。この48時間は AI 物理化の主役がロボットの体から車の目と AI 動画と分子と薬に同時に切り替わった節目でした。テスラ AI ビジョンのエアバッグ70ミリ秒早期展開と光子再構成、ウィル・スミスベンチマークとリアル・マドリード乱闘動画、東京有楽町自動運転バスと JR 気仙沼線 BRT レベル4、アップルシリ×ジェミニ年10億ドル、ハサビス創薬20億ドル。 AI ブームはロボットの体だけではなく、私たちの車、画面、薬、移動という日常の物理レイヤーへ確実に降りてきています。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。